どうもお疲れ様です。ババログです。前回のクローゼット整理の動画では断捨離したものたちの行方を紹介せずに終わっていて、その後が気になっている方もいらっしゃるかと思います。実は動画公開時点でも処理方法を考えていて、公開後すぐに韓国行ったりと忙しかったこともあり、今週までずっと家に残したままでした。燃えるゴミとして出すが一番簡単かもしれませんが、捨てるまでが断捨離で、環境やリサイクルのことを考えると気持ちよく処分したいものです。ユニクロなどリサイクルの取り組みをしているブランドに持っていくや、廃品回収、古着買取など着なくなった服の処分方法がいろいろありますが、私が今回大量に処分した方法を紹介していきます。2年前にも少し紹介しましたが、以前利用していたところがなくなっていたりと状況が変わってきているので、断捨離後の処理をどうするか困っている方の参考になれば嬉しいです。それではどうぞ。量が量だし、処分するものはほとんどユニクロなどのファストファッションのものばかりで、メルカリや買い取り可能なところに出しても二足三門だと思うので、出すつもりもなく、できれば無料で引き取ってくれるところを探していました。少しブランド物があった時は、セカストやブックオフなど宅配買い取りが無料で集荷にも来てくれるので便利だったので利用してたんですが、ノーブランドのものや傷んだものは買い取り不可となっているので、無視してまとめて送ってしまうのも逆に迷惑がかかるし、ブランドの服を送った時も大した額にならなかったにもかかわらず、身分証の添付や銀行口座の登録、査定から振り込みまで結構送ってからも終わった気にならないので、買い取り可能なブランドがある場合は直接お店に持って行って買い取りしてもらうようにしています。次に考えたのが、自治体によって古着などをリサイクルしてくれる取り組みがあるので、調べてみたら区役所まで持っていかなければならないので、車が絶対に必要となってくるし、いつでも持って行っていいっていうわけでもなく、月に持っていける曜日が決まっていて、さらに廃品回収で回ってきてくれるところだとしても月に1回とか日にちが決まっていて、なかなか断捨離しても出せないというデメリットがありました。かといっていつでも引き取ってくれるユニクロとかにこの量を持っていくのも結構大変だし、とにかく無料でできるいい宅配買取はないかと探していたところ、前回の動画のコメントで古着でワクチンという取り組みがあるということを教えていただきました。古着でワクチンという取り組みは、30キロ分の薄手なら約120着ぐらい入れられる3300円の専用の回収キット一つで、よくある古着のリサイクルだけでなく、ポリオワクチン5人分の寄付と、さらにこの仕事自体が国内外の障害者自立支援につながるという取り組みになっています。一石二鳥三鳥四鳥にもなるような内容で、メリットしかない処理方法だと思い、今回はこちらを利用してみることにしました。私の断捨離が誰かの役に立つ感じになって利用してみて、すごく気持ちが軽くなりました。インスタで紹介すると、すでにご存知でご利用されている方もいらっしゃいましたが、知らなかったという方や気になったけど試したことがなかったなど、ちょうど断捨離をして結構興味を持ってくださった方が多かったので、 YouTube でも紹介しておこうと思って今回ちょっと動画を作ってみました。古着のリユースなので、汚れがひどいものや破れているものは送れないので、ゴミ袋を開けて着れるものを再度チェックしながらいろいろ分別して、たくさん入れられるようにきれいに畳みながらゴミ袋5袋分を入れることができました。全部詰め終わったらあとは出すだけなのですが、この古着でワクチンは一人も届いたメールから集荷依頼をして、伝票などの記入はなしで、佐川急便さんが無料で翌日ぐらいには集荷に来てくれるので、かなり便利です。他にも寄付できる団体がいろいろありますので、ご自分の支援したいところを探してみるのもいいかと思います。ちょうど衣替えシーズンで断捨離をして処分方法をどうしようかと考えている方は、よろしかったらお試しください。その他の方法として、ここまでの量はないけど社会貢献や環境に配慮したいという方は、ユニクロやザラ、H&M など企業が取り組んでいるリサイクルボックスに入れに行くという方法があります。まずユニクロはユニクロ GU プラステなど関連ブランドのものしか引き取ってくれないんですが、ダウンだけデジタルクーポン500円を発行してくれます。あとどこも共通していますが、難民支援や燃料リサイクルに役立ててくれます。
おそらく一番皆さんが買っているものが多く、なおかつどこにでもあるので、こちらは利用しやすいかと思います。続いてザラはユニクロと違ってどこのブランドでも引き取ってくれて、さらに靴やアクセサリーも対象のようです。こちらも同じく難民支援やリサイクルに役立ち、古着の売り上げは非営利団体の資金になるようです。まだ日本は対応じゃなかったんですが、週間に来てくれる国もあるようで、早くこちらは日本でも対応してもらえたら嬉しいです。そして私がずっと店舗持っていく系で利用しているのが2年前から変わらず H&M です。環境面に関してはユニクロ、ザラと変わらないのですが、 H&M 以外のどんな状態の悪い服でも500円のデジタルクーポンがもらえるという、出す側にとって一番メリットのあるブランドになっています。最近服はあまり買わなくなりましたが、 H&M ホームの方をよく利用するので、ちょっと H&M のお店の近くに行くときは何か古着を持って行って500円クーポンをちょこちょこもらうようにしています。今回この古着でワクチンを利用することによって、改めてゴミ袋から出して仕分けをしながら整理したことで、傷んだ衣類の一部をどのブランドでも引き取ってくれる H&M に持って行って、しっかり500円クーポンに変えてもらい、買取可能のブランドのものもめんどくさいから捨てようと思っていましたが、ビニール袋から出したことだし、セカストの買取査定に一応持って行ってみたら合計3万5,000円になったりで、古着でワクチンを利用したことで結果メリットしかなかった断捨離になりました。なんか好感度を上げるためにわざわざ動画上げてって思われるかもしれませんが、今回コメントで教えてもらわなかったらたどり着けなかったように、調べてみれば難民支援や環境に優しい処理方法はまだまだあると思いますので、こんな方法知ってるよっていう方はコメント欄で教えてもらったら、動画をご覧の皆さんの参考になると思いますので、シェアしていただければ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。